皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はゲストにぜひとはい、も出ていただきたいと思っていた、はい、近藤大輔さんに来ていただきました。はい。近藤さんよろしくおよろしくお願いします。願いします。よろしくお願いします。近藤さんは、一言で言うならば、ものすごい中国通として、もうテレビなんかでもおなじみのはいはい。方なんでいや、すけれども、あと、編集者としても私もお世話になっています。お世話になってます。いろいろありがとうございます。ありがとうござい講ます。談社の、編集次長を務めておられると、週刊現代ですね、の編集次長を務めておられるというのもありまして、それで最近こういう本を出されたんですね。本当の中国。こうん、れが、誤解を恐れず言いますなら、めっちゃ面白かったので、ありがとうございます。ぜひとも出てもらいたいというふうに思いました。ただ、近藤さんは、この本だけではなくて、今までも、いろいろ中国に関する本をいろいろ出されておられます。ありがとうございます。この、不思議な中国もね、本当に面白い本だったですし、それからこの米中新冷戦、アメリカと中国のこの間がどうなってるかという、こうん、の新書も非常に面白かったですね。これアメリカと中国の関係をね、ずっと書かれていて、まず貿易戦争があった、技術戦争があった、それから人権戦争があった、金融戦争があった、それから外交戦争があった、疫病戦争、コロナですね、があった後、うん、外交戦争があったと。さて残っているのは軍事競争だけであると。うん。軍事戦争起こるのかどうかなんてこともこれ書いてあって、非常に面白いという言い方は、ちょっと失礼かもしれないけれども、本当に興味深い本と、思って楽しませていただきました。ありがとうごただ、ざいます。今回の本当の中国はその中でも、もっと面白いことがいろいろありまして、ありがとうございます。そこら中で、笑ったと言っちゃいけないんですけれども、小崎さはい。ん、中国人ってどういう人だかって聞かれたら何と答えますか？ どういう人？う難しいですね。難しいでしょ。こええ。れはもう、近藤さんがここで書かれていてね、ああ、そうかって思ってしまって、要するに中国大陸に、はい。足をつけて立ってる人の、そういう意味ああ、なんですよ。なるほど。それ漢民族とかそういう話ではないというそうですね。ことです。そういうふうに言うよりもね、中国大陸に、立っておられるという、立ってるんだと。うん。それに対して日本人はって言ったら、四方が海に囲まはい。れた島国に住んでると。うん。ほんで、形容詞入れるなら、小さな島国に住んでいる日本人そうでと、すね。大きな、大陸に住んでいる中国人のええ。違いが、どこに現れているかっていうのが、あらゆるところに現うれているってん。いうのを書かれたのが、近藤さんのこの本なんですね。うん。これ、本当に中国のことがよくわかりました。分あうん。かったりがとうごだけでは仕ざいます。方ないんですけどね、政治でなんかでね、あの、戦略的互恵関係という言葉聞いたことあります小崎さはい。戦ん。略的互恵的互恵関互恵係。関係。日本と中国の間関係のことを表すのあによく使われる言葉あ、はい。ですけど、うん。意味わかります？戦略的互恵関係。戦私もね、略的ご、中国とはそうか、戦略的互恵関係かなんて思ってたんだけれどうも、こん。の本読んで初めて、ものすごく意味がよくわかった。ああ、これ、もうはっきり言うと全然違う国がうん。互いに恵み合えよと、はいはいは互いいはい。に協力し合えよっていう、うん。そういう意味なんですよね、近藤さそうです。はい。やっぱり全く別な概念、別な政治、別な、うん。ところにいる人たちが、やっはい。ぱりこの隣り合って生きている、それからお互いにうん。相互に、補完関係にあるわけですね。日本のはい。足りないものを中国持ってますし、うう中国の足りん。ないものを日本が持っているということで、おうん。互いにその得をできる関係であるとういうことで、ん。もうその是々非々で、付き合っていくというような意味ですね。はい。ね、
小崎さんわかりました？これ戦略的互恵関係なんてね、これ確か安倍政権の時から始まったんですがね、そうなんですよ。そうですね。垂水大使という方が、はい。考案したんですけどね。はい。ええ。あなるほど。それか、なんだろうなと思ってたことが本当によくわかって。うあ、ん。こんなに違う文化、こんなに違う考え方の人たちだから、違う者同士が寄って一緒にしたら面白いことになりまうん。すよという考えうん。方。これでよろしいでしょうか、近藤さそうん。ですね。はい。やっぱり、おうん。互いないものを持ってますので、おはい。互い取り入れる価値があるということですね。なるだから、ほどね。玉木さんのご専門スポーツでも、やっぱり同はい。じスポーツをやってても、その日本人の、考うん。えと中国人の考えとが全く違うっていうところですうよね。うん。ではい。すよね。そこで、隣の大国、中国のことをスポーツから考えようというシリーズで2回やりたいと思いますんで、近藤さんに出ていただきたいんですが、まあ、1回目の今日はですね、中国人はチームプレーが下手くそ。個人プレーのが中心であるということを中心に話したいんですが、この本に書かれている中でのサッカーの、表現がめちゃくちゃ面白くて、思わず吹き出してしまったんですけど、近藤さんもサッはい。カーがお好きで、はい。中国のサッカーリーグ、北京のチームやなんか応援してた時そうに、なんですね。はい。ね、それで書かれてたのが、小崎さん、中国のサッカー一言で言うとどんなサッカーかわかります？ いや、J リーグなんかと全く違うんです。一回僕見たことあるんですけど、向こうで。ええ。リーグうん。戦リーグ戦。リーグ戦ですね。ええ。かり、かなり危険な汚いサッカーしてましたね。近藤さんに言わせると、ええ。誰もがフォワード。全員がフォあワードで全員がシュートあ。を狙って、それでパスが嫌い。で、あフリーキックなんかが行われたら、あ。ゴールはい。キーパーが走ってきて、俺に蹴らせろというゴールキーパーもいある。要するに、あ。自分が目立ちたい、自分が目立ちたいああ、と、はいはいはい。個人が目立ちたいという、そういうプレーをするんだという。あこれ、近あ。藤さん、やっぱり中はい。国人の特徴と言ってもよろいや、そうですね。しいでしょうか。やっぱりPK を得た時とかも誰が PK 蹴るかで揉めたりしてですね。うえみんな自分がん。蹴りたいもんですから、1点入れたいもんですから。ーなるほど。すごいですよね、本当にね。やっぱりなんていうんですかね、俺がっていう、やっぱりスポーツ選手に必要なですね、はい自己顕示はい。欲みたいなのは必要だと思うんですね、多分。うん。なる俺が頑張ほど。って勝つぞみたいなのは必要だはい。と思うんですけど、日本ですとそれがチームワークになって、チームとして勝つことを、なんていうんですかね、是とするような文化がありはい。ますよね。よはい。く今日ホームラン、野球でホームランおめでとうございますとか、サッカーでシュート素晴らしかはい。ったですね、ゴールはとか言っても、でもそれよりもチームが勝ったことが嬉しいとか、こうコメントしますよね。はい、大そうで谷選手なんすね。かもよくそういうこと言ってますけども、ええ。中国はそういうことは、ないんですよ。俺入れて、俺が良かったで終わりなんですよ。あはい。あ。もう、それは、なんていうか、変な聞き方になりますが、本心からそういうわけですね。本心からです。本心からです。で、別にそれを聞いていた人間が、それはい。がひどいとも思わないわけですひどいとね。も思わないんですよ。あ要すあ。るに一人のスーパースターとか一人のヒーローがいれば、それが全員に施して全員を引っ張れると考えるんですよ。あうだん。から、例えばシュートするエースストライカーがいると、あ。は後のい。人たちはそのエースストライカーを盛り立てる人なんだみたいな、そんな意識なんですね、中国人の観客たちも。ああ、なるほど大ね。谷選手がいると、他のうん。選手もいろいろいるじゃないですか、はい、チはい、ャージに。そういうのはい。はもう見ないわけですよ。もう大谷を引き立てるための、なんかお膳立ての役みたいな、そういうイメージです。前座の役みたいな、ああ。そういう意識になっちゃうんですよね。なるほどね。で、はい。今のお話聞きながら、この本に書いてあったことで、ちょっと思い出したのが、はい。何ですか、まあ、ミス中国じゃなくて、ミスなんとかのコンクールがあったとき、ああ、そうです、そうです。審査員をそうです。近藤さんもなんかされたことがあっはい、て、はい、ところがええ。そこで審査員でそのトップに選ばれた人はもう、そのコンテストが終わるとみんな一緒にテーブル囲んで、お豪酒飲んで華なね。食事なんかしてるのに、負けた人たちはもうほったらかしなんだったっていうそう、ね、同話がこのじ部屋中に。地べたに座らされて、パンと水しか与えられず、硬いパンとミネラルウォーターだけボンと置かれて、勝手に食べろとか言って、
で、あと、その勝った人3人勝つんですけど、金メダル、銀メえダル、銅メダルがいるんです。この3人だはい。けはもう豪華なイタリア料理と、あと高いワインとかもう次々出てきて、みんなでワイワイキャーキャーやってるんですよね。えうえ。あれ、ん。本当にびっくりしました、本当に。そうでうす。ん。びっくりしましたって言われますけど、近藤さんは、北京大学の方に留学をされて、はい、勉強されていたとかっていうのいろいろあって、中国のお付き合いは長いと思いますはい、が、はい。そういう中国の方は、変な、ズバリ聞いちゃいましょう。好きですか？やっぱりその興味の対象としてはあるんですよね。私はあ記者、ジャーナリーストですから、はい、やっぱり日本と違ったものに対してはすごくこう関心が湧くというか、はい、なんでこうなんだろうってこう突き詰めたい思いっていうんですかね。はい、学者ではないですけども、なんではい。こういう行動を取るんだろうとか、こういう発言をすうん、るんだろうとかいう、うん、そういったものをこう突き詰めたいとこう思うんですね。うん、で、スポーツの分野でも、その明らかに、なんかこう違うんですよ。こう日本選手うん、が勝った時負けた時と、中国うん。選手が勝った時負けた時ですね。はい。明らかに違うものですから、これうん、どうしてなんだろうっていうところをですね、うん。やっぱり思うんですね。なるはい。ほど。そのどうしてなんだろうということをいろいろ考えてこられて、結局行き着いたのが大きな広い大陸の中はい。で生活している人たちだというところにやっぱり行き着いたわけそうです。なんですね。ですから、やっぱり大きな大陸にいるということは、敵がそれだけ多いということで、あ日本は海に囲まれているので、異国の敵はやってこないわけですよ、ほとんはど。い、はい、日で、本人ところが、そはね。の中国大陸はいつでもどっからでもやってこられますから、はい。こう自分が強くないと生き延びていけないわけですね。なるほど、だから、なるほど。その強くなるためには、俺がってやんなきゃいけないわけですよ。うで、それん。がスポーツにも現れるので、まあ、よく言えばそうやって俺がで金メダルが多いわけで、卓球選手とか、はい、水泳選手とか、はい、すごい人が出てくるわけですよ。はい、はい。だけども、結局チームプレーとしてはもう全然ダメ。チームプレーの種目っていうのはもう一向に強くならないというですね、そういう矛盾をこれ、抱えうんていると。うん、チームプレー強くなくっても別に構わないっていう感じなんですかね。まあ、なんていうんですかね、やっぱり、例えば、その、サッカー11人はい、でやりますよね。はい。やりますけれども、やっぱりもう常に俺がって意識があるもんですから、こう周りうん、の人が見えなかったりするんだと思うんですよね。あパスすあ、れば、おそらくゴールになるであろうシーンでも、俺がシュートするんだって、こう、もう思いがガーッと強いんじゃないかと思うんですよね。なるほど。それがこの前のワールドカップ予選で日本が7対0で勝ったということに。まさにそうです、そうです。あ、だから、そうですか。なるどんなに名ほどね。監督を呼んでも、はい。お金を積んでもうまくならないんですよ。なるほどはい。ね。ただ、オリンピックでのメダルっていうのをちょっとね、調べてみましたら、はい。中国は、やっぱり一番多かったのが、これ飛び込みなんですね、一番多かった。そうですね。メダルはいはい。取ってるのがね。あれ、種目それ多いですし、あとやっぱり1人か2人じゃないですか。個人種目ですそう。よね。はい。ずーっと個人種目ばっかりで、ウェイトリフティングとか、卓球とか、体操とか、はい。それから射撃、バドミントン、競泳とかつないで、はい。続いて、16番目にやっとバレーボールが出てくるんですね。ほんで、日本も調べてみたら、日本もやっぱり柔道とかね、レスリングがメダル取ってるのは多いんですけれども、8番目にバレーボールが出てくるんですね。はい。やっぱりうなんて言いん。ますか、チームプレーに対する考え方の違いっていうものは、かなり濃厚にありそうですね。そうなる。そうですね。バレーボールにしても、最初にはい。中国が強くなったのは、1970年代後半に、ロウヘイ選手っていうのが出てきあ、て、はい。はい、いはい、まはい。したね、予選でローエ。ですね、その後、はい、代表監督になりますうけど、ん。はい。彼女がもう一人がパワフルで、彼女が引っ張ってたわけですよね。だからああ、なる中ほど。国であんまりこうチームプレーという意識はなかったんですよ。一人うん、のスーパースタうん。ーが、引っ張っおー。ていったという意識だったんですよね。はい、はい、だからはい、彼女はそはい。の後代表監督になるんですけど、全うん。然、中国を結局強くできなかったですよ。なるほうどね。ん。まあ、なんていうか、まあ、そういうことを聞くにつけ面白いなと思ってしまうんですけれども、そういうことを別に直そうともしないわけでしょうね。まあ今ちょっとですね、変はい。化が見られてまして、
はいはい。今の中国人とはみんな一人っ子世代なんですね。あ、そうですね。一人っ子で、政策というのがあそうなん、一人っって、子政策で、一はい。人っ子で、その6人の親に育てられるというぐらい贅沢わがままに育ってるんですよ。6人の親というのはどういう意味自でし分の両お親が2じいちゃん、人ですね。はい。おばあちゃんっていうです。で、そあ、の両親の両親が2人ずついる。両親、はい。だからあ、4人の祖父母と2人の親ですね。なるほど。合計これ合わせ6て人。6人に1人を育てるわけです。だからものすごく贅沢なんですよ。なるほど。だからあんうん まりこう、俺がっていう、こう、なんていうんですかね、この肉食系にならない、そう、おとなしくなそう。ってるんですよ。はいはいそれはいはい。でようやくなんかこう、チームプレーみたいなものがこう、萌芽というか芽が出始めてるという、はいはい。新しい現象は確かに起こってます。なるほどね。ただ、この本の中でも私ちょっと驚いたのはい、は、はい、ウイグルに対する、はい、表現が出てきたとき、はい、はい、まあ、日本なんかでもそうですけれども、はい、ウイグルに対する人権差別とはい、いうのが、中国はひどいじゃないかと。はい、だからウイグル人は困ってるじゃないかというふうにははい、思ったっていて、私なんかも思っていたんはい、ですけはい、はい。れども、この本読むと、過去に中国人がウイグルにどれだけいじめられたかっていう、いじめたというよりも、どれだけ侵略されたかとそうですね。いうはい、歴史があって、はい。今はそれが逆転してるんだということなんですね。はい、そうです。万里の長城ってありますよね。あんなはい。ありますね、万里8861の長キ城。はい。ロも壁作って、あれはウはい。イグルとかモンゴルとかにこうやられまくってて、それでもうGDP の3割とか4割を費やして作ってたわけですよ。あれ作んないとああ、やられちゃうもんですから、それぐらいな、悩んでたわけですよね。はいはい。今 GDP の3割とか4割を費やしてやる工事なんかないじゃないですか、今の世界でも。うん。そうです。それね、はい。今その表現に驚いてますけれども、GDP だけの3割から4割使って、その城壁を作ったと。はい。だからまあ、それやんないと殺され、やられちゃうんですよ。もう、だから、武士の武という字は矛を止めると書くわけあ、ですよ。はい、そうですね。ええ、ええ。守りなんですよね。うんうん。はい。矛というのが外側にあって、下そうです。に止めるという字がはい。あるのがうん。それが武士の武士の武武というですよね。武力はい。ですね。はい。そういえば、この本にも書かれてます、孫子の兵法も出てくるのはいはいに、はいはい。結構そうなんていうんですか、防衛といいますか、そうなんですよ。それが中心になっているということが書かれておっしゃるいて、通りです。はい。はい。戦争するのは、その最上の策ではないという、兵うん。は軌道なりっていう言葉から始まってるんですよ。軌道はい、っていうのははい。こう、裏口入学みたいな感じですね。あできない時にやることというですね。なるほどね。だからところが、一う番いいのはん。戦わないことだと。戦わないで相手を説得したり、騙うしたりしん。て、無うん。条件降伏させるのが一番いい。なぜなら我が兵は一人も死なないで領地取れるというわけですうんね。なうるほど。ん。そはい。れはどうなんでしょうか。これ、スポーツから離れるかもしれませんが、今の中国の共産党政府にも引き継がれていると考引き継がれてるとえても、思います。世あ界三あ、大国と言われる今、アメリカ、ロシア、中国ですよね。はい。で、アメリカは戦争よくやるじゃないですか。今世やりますね。入ってからもはい。アフガニスタン戦争、イラク戦争、今年もイエメンを叩き、イランを空はい。爆し、やってますよね。やってますで、ね。ロシアは、ご存知の通り、ウクライナ戦争も、3年半ぐらいやってるじゃないですか。はい、はい。ところが中国は1979年に、ベトナムと戦争して以降してあ、ないんですよ。中越戦争でしたはい、ね。そうです。あれ、アメリカとベトナムの戦争が終わった後に、はい、1979年、はい。はい、中国が攻めてきたってはい。いうでもそれ1形なんで、ヶ月やって負けて大逆戻っちゃったって。はい、はい。ああ、それ以来やってないということやってない。ですね。だからもう今の人民解放軍に戦争経験者ってほとんどいないんですよ。ああ、なるほど実戦経ね。験してるう人というのは。ん。はい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 。これはやっむしろき、ぱりはい。むしろ北朝鮮の兵隊の方がウクライナ行ってあ、そう戦なんです、そう争を経なんです、そう験したなんです。という。北朝鮮のが今やってますもんね。はい。中国はな参戦しないるほど。ですよ。なるほどね。だかはい。ら今のお話聞いて、この本の中で私はもう一つ面白いなと思ったのが、孔子の言葉が引はい。用されていて、はい。その中で、これを知るは、これを好むにしかず。あ、そうですで、ね。これを好むは、これを楽しむにしかずとそうですね。いう言葉があって、要するに知っているということよりも、好んでいる、好きだとはい。いう方がはい。よりよくって、はい。好きだというよりも楽しんでいると
いう方が好きなんだという、これ私孔子の言葉としてこの言葉があることは知らなくって、ああ、はい。いいこですよね。れはすごい、なんて言いますか、私のスポーツ論に合致したあ、非常にそうですか、そうですか。それはよかったです。要するに、理解するよりも、はい。好きになれと。そうです、そうです、そうです。好きになることよりも楽しめと。そうです、そうです。これが一番だって、う孔子でん。そんなこと言ったのかと思ってびっくりしたんですけどね。あ、スポーツに通じるものがあるんですね。ありますね。絶対にあると思いますね。それは違うという人もまだ日本では多いですよ。あ、なるほど、なるほど。楽しむよりも鍛えろとかいう人は多いとあ、思いますが。甲子園とか見てるとね。うん。でも私のスポーツ論としては、これはもう非常に嬉しかったですね。なるほど。通じるものがあるんうんですね、スポーツに。それともう一つ私がいつもなんとかサインなんかまあちょっとはい、頼まれたりはい、するときに、はい。稚魚楽っていつも書くんですよ。あ、稚ち、魚楽。魚の地上楽。楽しみを知るですね。ああ、創始の言葉です。なるほど、なるほど。これ私創始を読んで取ったんじゃなくて、はい。湯川秀樹さんがこれがいいあ、言葉だって言っておられて、うん。なんかへえ。宗師が街を歩いていた時に、はい、池というか川で、はい、魚が泳いでたの。それをはい。見て宗師が魚が楽しそうに泳いでるなっていうふうに言ったら、弟子が、なんでそんなことがわかるんだって言ったら、宗師が、なんでそんなことがお前にはわからないんだと言って、それだけで終わりで全問答みたいな話なんですけれども、その魚の楽しみを知るというようなことを言った中国人の、なんて言いますか、おおらかさそうですよというか、ね。素晴らしいなと思って、それを投資はおおらかですからね、すごく。やっぱりおおらかっていう言い方でよろしいんですかいいね。と思います。おおらかかつ雄大ですよね、やっぱり。あコンという魚、巨大なもうコン。魚がいて、それがはい。空に登って大鳥ですね、方ですね。鳳、大砲の方ですね。大鵬の方ですね、うん方になって、それがもう巨大な雲より大きくて、それが南に下っていったみたいなとこから始まるんですよ、宗師っていうのは。えもうう本当に数ん。千キロに及ぶその巨大な魚だとか鳥だとか、そんなのが最初かあら出てくる。まあ、なんて言いますか、白髪三千丈のそうです、そうです、そうです。話大げさなね、世にな界るという。ですよね。ええ。そういうところっていうのが、なんか最近は、そうではないんじゃないか。なんか共産党を見ていたら違うんじゃないかとか思ってしまうんですけれど、それはいかがですか？共産党、今の習近平政権がですね、はい。ちょっとなんていうんですかね、やっぱりその中国の、このマイナスの部分っていうんですかね、今、いろいろはい。議論してるのはプラスの部分だと思うんですけど、やっぱあマイナスの部分もあるわけですよ。あ、なるほど。マイナスの部分を割と表に引きずって出しているところがある。だからまあ経済も悪いし、世界ではい。仲間も少ないし、うん。っていうまあ毛沢東時代もそうだったですけれども、はい。そういうところを感じますよね。残念ですああ、けど。やっぱりはい。ね。ということは、習近平ももう長いですけれども、はい。そろそろ変わるようなことも考えられるんですいやか？いや、あると思いますね。もう72歳ですし、今、うん。健康問題もいろいろ取り沙汰されてますし、はい。2年後に21回目の共産党大会がありますので、はい。早ければそこでもう交代ということになると思いますね。それよりも台湾侵攻の方が早くなるとかっていう、そういうそこはちょっとまだ、来月ですね、10月はい、に4中全会という重要な共産党の会議がありますので、うはい。ん。そこを見ると少し方向性が見えてくるかなという感じしますけどね。なるほどね。いや、なかなかというかもう本当に興味深い話ばかいえいりで、え。中国の大きさというものを感じて、うん。実は私の親父が三度の王将で、日中戦争に三度行って、武漢三鎮で戦ったあんですけれども、激戦地ですね。激戦地でね、分隊長で、あ、いつも石膏に行っていて、あら、それで、よくあの、使われましたね。機関銃で、撃たれてるところを一人ずつ走ったといううわ、話を聞かされたこともあって、その時はカール・ルイスよりも早かったって自分で言ってあ、ましたけれどもうね。たん。だまあ、そんなところで戦ってた男が言うには、負傷兵が出た時にトラックに乗せて、朝、上海の方へ送り出すらしいんですよね。はい。で、そうしたら、朝出て行った自動車が、夕方になっても砂ぼこりが見えてまだ走ってたの。うわ、
要するに、そんな広いところの中国と戦ってはいけないということいや、を、本当ですよね。心の底から感じたというふうに言ってたんですけれどもね。だから日本だ、人は、日本軍は日本の発想で戦っちゃったわけですよね。狭い日本の感ああ、や覚で、っぱり戦国ね。時代の発想で。はい。ところがああ、な毛沢東るほど。は持久戦論で、それをこう引いたもんですから、毛沢東じゃなくて国民党でしたけれども、はい、はい。広い大陸の発想で戦争してますから、やっぱり、それで負けたというか、うまくいかなかったんだと思いますね。なるほどね。桶狭間の戦いのつもりで戦っていたら、そうなんですよ。桶はい。狭間で勝ったところでどうしようもないというこそうとが分かっなんですよ。みんなやっぱりたっていう。地方に逃げますから、そうすると面で考えないと、まあ、ああ。平坦ですよね。一番そうですね、なるほど。平坦が重要な。できなかったえわけですね。え、はい。線でそう、考えちゃったもんうですから。ん。そういえばあれだったな。うちの親父が、毛沢東が揚子江を泳いだという、はい。揚子江を泳いだというはい。話が、ニはい。ュースになりましたよね。一はい。はい。時、もはい。うだいぶ前ですけど。はい。その時うちの親父が絶対に嘘だって言ってましたね。あんな広いところ泳ぎきれるわけがないと。おまけに流れもかなり大きいと。速いと。そう、海で、みたいですからね。ねえ、ほんで、そこにそこでいつも休みの時に手榴弾一発投げたら魚がわっと浮くらしいんですよ。で、その魚がもう一番のご馳走だったという言いえ方をええしてましたですね。だから毛沢東が揚子江を泳いで渡ったっていうニュースの時に、もう絶対嘘だってもう大声出して言ってましたので思い出しましたけれども。いや、多分渡ってはいないと思います。近くでね、泳いだっていうのは事実だと思いますけど。本当に端から端まで泳いだんですか？いや、橋からで、近くの、岸辺のところをちょこちょこ泳いだっていうだけ。でしょうね。はい。いそうですね。まあ、対岸まで行くのは大変だとや、それは思いますが。無理です。それは無理、海みそれはたいですから、無理ですが。無理だと思います。いやいや、はすいません。私の話もい。交えてしいえいえ、まいましたけれども、楽しく。大変面白い、中国の話で、はい。もう一度この話のはい。続きを、はい。次回お願いしたいと思いはい。ます。次はい。回はね、ぜひともこれまたね、小崎さん、はい。面白いテーマですよね。中国うん。人は銀メダル、銅メダルはどうでもいいという、うん。金メダルだけが目的なのだといううん。ことらしいんで、それをテーマに、それをきっかけに話を広げていきたいと思います。はい。近藤さん、もう一回よろしはい。くお願いはい。します。はい。よろしくおよろしくお願いし願いします。あます。り今日はありがとうがとうございました。ございましよした。どうも。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、隣の大国、中国についてスポーツで考えるのエピソード2、中国では銀、銅メダルは無価値、目指すは金メダルのみです。引き続き近藤さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。